長文失礼します。日本が衰退した原因は氷河期世代を生み出し、なおかつ派遣社員を増やした竹中平蔵と小泉内閣共産党、自民党及び自民党に投与した日本国民のそれがでしょうか。ひろゆきさんの意見をぜひお願いします。答えを言いますけど、多分皆さん納得しないと思いますけど、日本が衰退した原因は有権者のあなた方のせいです。なので有権者のあなた方が日本を悪くしました。自覚してください。それが竹中平蔵のせいでも、小泉内閣のせいでも、共産党のせいでも、自民党のせいでも、公明党のせいでもありません。有権者のあなた方のせいで日本は悪くなりました。結局あれだよね、有権者がさ、なんか小泉さんが悪いよねとか、竹中平蔵が悪いよねとか、共産党が悪いよねとかっていうのを責任転嫁してるけど、まともな政党、まともな政治家を選ばなかったあなたたちのせいです。いやだから僕はその政治家はきちんと選ぶべきだと思っていて、僕基本的に日本にいる時は又吉イエスっていう政治家にずっと投票し続けていたんですよ。小泉首相は腹を切ってだって言っていて、割と僕の中では面白いタレントで、確かね、僕が投票した時に1100票ぐらい票を取っていて、その中の1票僕だと思って、いやー投票してよかったっていう感じで、毎回僕は又吉イエスさんに投票してたんですけど、又吉イエスさんを政治家にしなかったあなた方が悪い。いくら投票したとしても変わらんよねと思ってるので、1億2000万人の人たちは別の人たちに投票するので、なので僕はこう日本を変えるよりも自分が幸せになるっていう方向なんですけど、又吉イエスに10万人入れてたら僕日本良くなると思ってるんですよ。これがね結構分かりづらいので一回説明しますけど、頭のおかしい政治家が出てくると政治家はちゃんと選ばないとまずいよねっていうことになるんですよ。で、頭がおかしい政治家が出たとしても日本ってそんなにおかしなことにならないんですよ。官僚もまともだしメディアもまともだし、例えばトランプ氏みたいな人が大統領になったらアメリカはおかしくなるっていう人が8年前に結構いたんですけど、でもトランプ大統領が第一次政権やった時も別にそこまで悪くならなかったんですよ。確かにおかしなこともやったけど、別にじゃあめちゃくちゃ変なことになったかっていうと、アメリカって別にアメリカいつも通りだよねって感じで、で今回もトランプ大統領が大統領になってめちゃくちゃ文句言ってる人たちいっぱいいるんですけど、でもじゃあアメリカがそんなにおかしなこと今起きてるっていうと、別に政治的な判断の範囲内なんですよ。カナダを植民地にするとか、グリーンランドを買うとか、ガザをアメリカのものにするとか、面白いことは言ってるんだけど、昔から面白いことは言うけど、じゃあやるかっていうと、やることはね、結構真っ当なんですよ。真っ当というか、そこまで変わったことやんないですよ、トランプ大統領。なので、おかしな政治家を作って、ちゃんと政治について考えるということにした方がいいよねっていうふうに僕は思ってるんです。富山浩一さんも僕の中では結構あり派です。多分ね、面白政治家タレントとしては富山さんが一番最初だと思うんですけど、富山さん結構政治についてもちゃんと考えていて、九州かなんかに行ったんだっけっていう感じで、そこそこまともな人だったりするので、なので、ある程度面白枠で入れても全然いいんじゃないかなと思いますけどね。元ジョーカーさんも結構まともでした。言ったでしょ？元ジョーカーの兄弟出身のなんとかさんに一回リハックで絡んだ時に、ジョーカーみたいな世間受けすると思っておかしな格好をするんじゃなくて、ちゃんと顔出してまともな主張したら受かるんだからきちんとやれよっていう風に僕言ったんですよ、リハックで。ところがなんかね、川口議員になった人の元ジョーカーの人が結構それね反発をする感じになってたんだけど、でも結果として川口市でクルト人増えるの良くないよねっていうのを主張していて、顔を出して主張としてはちゃんとしてたんですよ。結果として川口市でね1位当選したんですよね。河合さん結構だからね、元ジョーカーさんはね、元ジョーカーさんのダメな部分を言うと、東京都知事選に出て AV 女優かなんかをポスターにしてわいせつな形の掲示をして知名度を上げようとしたっていうのがあって、であれは良くないよねっていうのを言ったんですよ。選挙のポスターとかで目立てばいいんだろう、だからジョーカーの格好をして目立てばいいんだろうってなんですけど、もちろん目立たないと話を聞いてもらえないっていうのはあるんですけど、目立たなくても話を聞いてもらえる時代が今来てるんですよ。ちょっと前まである程度知名度がないとどうしようもないのなんだけど、今は結構 SNS とかによってきちんとした主張、ある程度知名度があるんですね。ある程度ね、ある程度。フォロワー数ゼロの人がいくら言ってもしょうがないんだけど、フォロワー数1000あればまともなことをちゃんと言ってると市議会議員ぐらいは受かる時代になったんですよ。なので僕はその河合さんは割とちゃんとした主張をきちんとすればいいと思うので、兄弟出身でね頭いいんですよ。頭も良くて言ってることも筋が通ってるので、悪目立ちをするんじゃなくてきちんとした方がいいんじゃないのっていうのを言ったんですけど、割とそれで結果としてきちんとやった結果議員になったので、
無理して目立とうとしなくても、きちんと議員活動できるよねって分かったので、今後はちゃんと真っ当な議員になっていくんじゃないかなと思うんですけど、で、市議会議員ってね、多少の知名度があれば結構受かるんですよ。だから僕は石丸新党はすでに失敗だったんじゃないかなになっていて、確かね、応募がね、500人とかだったっけ？石丸新党。何人だったっけ？あ、900人か。900人しか来なかったという時点で、僕はもうちょっと石丸新党失敗なんじゃないかなと思ってるんですよ。なんで失敗だったかって思うと、無職が応募しても受かるかもしれないんですよ、地方議員って。立川の市議会議員で、無職で生主でハゲてて、そこら中に子供を作っていて不義理をしているっていう元 AV 男優がいたらしいんですけど、その人が受かっちゃったんですよね。でその後にニコニコの生主系の人とかでネルさんが品川の議員になったりとかっていうので、なんかそこそこの知名度があればどんなクソ野郎でも地方議員って結構受かるんですよ。地方議員ってどんな人なのかっていう実態って結構わかんないですよね。野々村議員っていう維新と関係ないけどなんとか維新の会みたいなのを勝手に名乗って、でその後議員報酬でいろんなところに行ったりっていうので結構やらかした人がいるんですけど、であの人もやべえやつだよねっていうのをほとんどの人気づかなかったんですよ、投票してる時は。ちょっと泣いてた人ですね。ののたんっていうね、泣きながら記者会見をしたりするんですけど、野々村にいて耳こうやって聞く人で音聞くんだったら耳の後ろに手を当てないと聞けないんだけど、なぜかこうやって聞くっていう、聞く気がないっていうね、すごい面白い人なんですけど、そううわーんって言って泣いた人、会見で号泣した人ですね。僕はあの人好きなんですけど、面白いから。結局だからそのね、おかしな人っていうのは議員がね、ある程度の知名度とかブームがあれば慣れちゃうんですよ。なので生活保護同然だった横山なんとかさんみたいな人も議員に慣れちゃうんですよ。なので無職の人とかニートとかが石丸新党の名前のブームに乗っかってワンチャン年収900万、確かその立川議員の人が900万ぐらいもらったと思うんですけど、っていうのになれるからお得じゃねえっていうので行く人数だとしたらもっと行くと思ったんですよ。ところが900人ぐらいしか来ないのだなというのが僕の中で、ああその感じねっていう。結局じゃあ900人しか来ないとして石丸新党でワンチャン金稼げそうだなとか応援したいっていう人が1人当たり20人30人友達とか知り合いがいたとして3万票ぐらいで、3万票を東京都全体で割ったとしたら大した票になんないんですよね。もちろん千代田区とかだったら300票ぐらいで当選するので、千代田区だったらなんとかなると思うんですけど、北区とかだったらやっぱそんなに通らないぐらいなんですよね。なかなか厳しいんじゃないかなっていう。いや結局ね、求心力の問題ではなくて応援したいと思う人がその程度という感じだと思うんですよ。自分の人生をかけて応援したいというガチの人と、あと無職とかニートとかで石丸さんの名前でワンチャン議員になったら得だよねっていううぞうむぞうが多分9割で、まともに9割って考えると結構厳しいんじゃないかなっていう感じはしますけどね。はい。こんばんは。今夏ってこれ今夏って読むの？参議院選挙ですが投票率の低さがネックと考えています。例えば投票したら投票証明を発行して会社や提出や個人なら確定申告など控除を受けられるようになれば投票率上がると思いますが、ひろきさんの見解聞いてみます。無理です。未成年の子供たちの投票権上げた方がいいよねとか、若い人を投票させるために確定申告で控除を受けるとかした方がいいよねとか、いろんなアイデアを言う人は昔からずっといますが、日本の法律は今当選した政治家が決めます。なので若い人が投票し始めたら自民党は票が減るかもしれないよね。オンライン投票を OK にしたら今の自民党公明党は票が減るかもしれないよね。なので OK しません。政治システムというのは与党が得する政治システムというのは導入される可能性があるんですけど、与党が損する可能性のある政治システムが導入される可能性はありません。こういう政治システムにしたらいいよねみたいな議論って僕基本的に時間の無駄だと思ってるんですよ。でもこれみんなやりたがるんですよね。でメディアもやりたがるんですよ。自民公明の日本の仕組みが良くないからこうした方がいいんじゃないのみたいなのは別に言ってもいいけどそうならないよっていう居酒屋談義以上の意味はないので、今の政治システムでどうやって変えるかという議論を僕はすべきだと思ってます。はい、ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。